宇宙世紀最強パイロットの一人に数えられるアムロレイ。ガンダムを借り一年戦争を戦い抜いたその驚異的な戦闘力から敵から白い悪魔と恐れられています。しかしアムロといえども最初から歴史に名を残すような腕前を誇っていたわけではなく、あまたの戦場を渡り歩く中でその能力を覚醒させていきました。今回はそんなアムロの戦闘力の歴史について印象的な戦闘シーンを抜粋しながら見ていきたいと思います。機動戦士ガンダムサイド7での初戦。まず初めてガンダムが大地に立ったサイド7における戦闘です。ただの民間人だったアムロはシャアの部隊による襲撃によって成り行きでガンダムに登場することになります。マニュアルを読んだだけで登場することになったため、最初は迫り来るザクに怯えバルカンを連射するデタラメな戦いを見せました。しかし格闘戦に持ち込んでからはザクの頭部パイプを引きちぎった上に抜刀したビームサーベルでザクを一刀両断するという人類初モビルスーツ同士での白兵戦で勝利を収めます。それだけでなくザクの爆発でサイド7の内壁が傷つかないようコックピットを的確に突き刺すなど初登場からすでに才能の片鱗を覗かせていました。シャアとの序盤の戦い。続けてサイド7を脱出後のシャアとの戦闘シーンです。当初は回避能力がお世辞にも高いとは言えずガンダムの装甲の厚さに助けられている印象があります。しかし技術では補えない高い戦闘センスの片鱗はこの頃から垣間見えていました。例えば補給中の無彩を吸収するシーン。初めて戦場に出たばかりにもかかわらず太陽を背に補給中の無彩を攻撃しようと進言するなど軍人の竜以上に的確な判断力を発揮しています。結果アムロは補給中の無彩に気取られることなく吸収に成功しました。またルナ2攻防戦ではシャアと交戦しながら背後を取ろうとするザクをとっさに左手のサーベルで片手間に撃墜しています。まるで後ろにも目がついているようです。この頃はアムロも未熟な腕でも教育型コンピューターのおかげでシャアとどうにか戦えていると謙遜していましたが、明らかにコンピューターの力では説明できないセンスがうかがえます。初の空中戦。次は第9話ドベガンダムにおけるガルマ率いるロップ部隊との戦闘です。ここまで休みなしの戦闘続きでアムロは出撃を拒否するほど疲弊していましたが、フラウの叱咤激励で奮い立ち出撃。陸戦兵器であるはずのガンダムでジャンプ力とロケットノズルを利用してジャンプと着地を繰り返すことで空中戦を行ったのです。ガンキャノンやガンタンクによる着地時の援護はあったものの目立った被弾もなく空中戦をこなしてみせました。またアムロ自身も初めての空中戦だったにもかかわらず短い滞空時間の中で的確にドップを撃墜していることからすでに射撃技術も高い水準にあったと伺えます。対ジェットストリームアタック。続いて24話における黒い3連星戦です。ドム3機が一列に並んで行うコンビネーション攻撃であるジェットストリームアタック。ルーム戦役では多くの艦船を撃墜した凶悪な攻撃をアムロは直前に強ブリーム砲を受けて焦っているにもかかわらず冷静に外野機を踏み台にしてバズーカを避けマッシュ機への攻撃につなげ見事撃破に成功しました。アムロの反応速度の高さはもちろん連邦軍が苦労させられてきた攻撃をたった一度見ただけで対抗策を編み出したアムロの対応力の高さはまさに恐ろしいの一言です。また考えるよりも先に直感的に体が反応しているような描写からすでにアムロのニュータイプ能力が覚醒しつつあるように感じられます。ジャブロー戦。次に第29話ジャブローに散るにおけるジャブロー戦です。特に注目だったのはゾックとの一戦。ゾックの機体全部に搭載されたメガ粒子砲で空中への回避を余儀なくされたことでガンダムは頭部メガ粒子砲の車線に入ってしまいますが難なくかわしそのまま撃破しています。そもそもこの時点のゾックは連邦のデータに入ってなかった新型モビルスーツであるため頭部ビーム砲は初見殺しとも言える武装のはずですが、アムロは華麗にかわしそのままゾックのコックピットを正確に撃ち抜いています。他にもシャアのズゴックとの戦闘では防御に使った盾をそのまま目くらましにして盾ごとライフルで撃ち抜き反撃するというテクニックまで見せていました。もともとアムロは
盾をぶん回したり投げたりと攻撃に転用する場面も多く見られますが、すでに盾1枚でこれだけの攻防を瞬時にこなせるように成長しています。対ビッグドム戦。お次は第32話強行突破作戦における無彩艦隊との戦いです。艦隊の上を取った奇襲攻撃で遠距離武器を使い切ったため、ビームサーベルでドムとの戦闘に入ります。アムロはドムの動きを読んで一つ攻撃を繰り出しますが、ドムはそれを華麗に回避。ドムはそのままヒートサーベルでシールドごとガンダムを切り裂こうとしますが、アムロはシールド裏に用意していた逆手ビームサーベルで防御し、ドムを撃破しました。このシーンをよく見ると、左のビームサーベルは一つ攻撃を繰り出した瞬間までラックに装着されています。そのためアムロは最初から一つ攻撃をおとりにして隠しサーベルを行ったのではなく、ドムに避けられたことでとっさにサーベルをラックから取り出して左手でキャッチしているということになります。この数秒にも満たないわずかな時間で的確な防御手段を取れるアムロの反応速度は人を超えているとしか言えません。またこの頃のアムロはニュータイプとして完全に覚醒しつつあり、続く33話におけるコンスコン艦隊との戦闘では動きが見えるようになったようで、次々にコックピットを狙い撃ち、わずか3分も経たずに9機のドムを破壊するなど大活躍を見せます。続く34話でもリックドムを圧倒する戦いぶりに、敵だけでなく味方のブライトも何があったんだと若干引いており、その恐ろしいまでの強さが伺えます。対ブラウブロ戦。次は第39話におけるブラウブロとの戦闘です。まずブラウブロとガンダムのファーストコンタクト。アムロは地球とブラウブロが一直線上になる位置を把握して、自分は太陽からの光でブラウブロ側から視認されないよう接近してきます。逆光を利用する戦法は序盤からも見られましたが、この頃には動く敵に対して的確な位置取りができるようになっているようです。また初見の武装に関する対応力もすでにエスパーとも呼べる域に到達しています。シャリアブルはガンダムと接敵した直後、メガ粒子砲をその場に置くように切り離し、アムロの目を本体に向けさせ不意打ちを試みました。しかしアムロは一瞬本体に気を取られるもすぐさまメガ粒子砲へ目を戻して反撃しています。初見殺しの兵装と戦法に即座に反応する様からシャリアブルも本物のニュータイプと驚愕しますが、そんなアムロの超絶テクにむしろガンダムの操縦系統がついていけずピンチに陥ります。しかしアムロは目をつむってブラウブロのサイコミュ兵器の動きを読み回避。さらにビームの合間を縫って最短距離でブラウブロへ接近し、ビームライフルを叩き込み撃破しました。もはやニュータイプのカルモビルアーマーであっても相手にならず、接敵したジオン兵がかわいそうになるレベルです。対エルメス戦。次に第41話におけるエルメスとの戦闘です。マグネットコーティングを経てアムロに追従できるようになったガンダムで、ララーのカルエルメスと交戦。ビットは優先式のサイコミュ兵器以上に自由に宇宙空間を飛び回るため迎撃は難しいはずです。しかしアムロはただ攻撃を予測して回避するだけでなく、高速で動くビットの動きすらも見切り、ビットの移動先にビームライフルを置きに行くように発射することで次々にビットを撃ち落としていきました。さらにビームライフルが破壊された後はサーベルで次々に接近するビットを破壊。ライフルで狙い撃つよりサーベルでビットの動きに合わせて切り落とす方が圧倒的に難しいはずですが、アムロはそれを難なくやってのけました。ジオン側でトップレベルのニュータイプ能力を持つララーからも力がありすぎると恐れられているように、一年戦争終盤のアムロは反応速度、対応力、操縦技術の全てが化け物じみています。ちなみにガンダムの頭頂高は 18.0 メートル、エルメスの全高は媒体によって違いますが 47.7 メートル、ビットは全高 8.4 メートルとされています。つまりガンダムとビットの大きさを人間で例えると、大人と子供くらいの身長差があることになります。ビットは全部で10機以上あるので、360度縦横無尽に超高速で動き回る子供を捉えると考えると、いかにアムロが人間離れした強さかわかるのではないでしょうか。アバオア空戦。続いてガンダム戦記のムービーで描かれたアバオア空戦におけるアムロの活躍です。
本ムービーはジオン兵視点で描かれているため、白い悪魔と呼ばれたアムロの恐ろしさが感じられます。まるでジオン兵がどこを狙っているのかわかるように、射撃とほぼ同時に最小限の動きで回避。一方のアムロは常に敵の正面へ機体を向けながら的確にシールドや動力部を狙い撃ちながら接近してきます。さらにマシンガンを受けるシーンでは、シールドでマシンガンを真正面から受けるのではなく、弾丸に対して斜めに受け、シールドの耐久度をケアしています。これほどの乱戦の中、シールドの耐久度を気にしながら戦うという冷静さが垣間見えます。これは後に控えているシャアとの決戦を想定していると考えられるので、アムロにとって他の機体との戦いは全て前哨戦でしかないのかもしれません。ジオング戦。続いてジオング戦です。この戦闘ではアムロの回避能力と判断力が完全に極まっています。ジオングの大量のビーム攻撃を真正面から最小限の動きで回避していました。普通の兵士であればビームの弾幕を敵に対して円形に回避しようと考えるところを、アムロは弾幕のわずかな隙間をかいくぐりながら最短距離でジオングに接近しています。このような一歩ミスをすれば死ぬような回避策、仮にできる技術があっても常人であればわざわざ選択しません。しかしアムロはジオングの弾幕に躊躇なく真正面から突っ込んでいます。つまりアムロはジオングの弾幕を見て、なお避けられる、死なないという確信があったと思われます。その前のゲルググ&エルメス戦でもゲルググのビームライフルをギリギリで回避して接近しているので、戦いを通じて極限まで感覚が鋭くなっているのではないでしょうか。機動戦士ゼータガンダム。次に機動戦士ゼータガンダムのグリプス戦役における描写からアムロの戦闘技術を見ていきます。1年戦争後、連邦軍からその力を危険視されたアムロは7年近く半軟禁状態に置かれていました。そのため漫画ゼータガンダムディファインでは、1年戦争時であれば新米パイロット6機を落とすのに1分もかからなかったところを2分もかかってしまったと自身の衰えを嘆いています。2分でも最強レベルの腕前を誇っているように感じられますが、とにかく1年戦争時より腕は衰えているようです。しかしアニメ内ではブランクを感じさせないどころか、1年戦争時よりも洗練された活躍を見せていきます。アムロ再び。まず第14話、アムロ再びにおける輸送機でのアッシマーへの特攻シーンです。軟禁状態から逃れるため、ガツとともに空港で輸送機を奪って、そのままアウド村との合流を目指します。その後ブランブルタークのアッシマーと戦闘中のアウド村を救うため、アムロは輸送機でモビルスーツへの特攻を決意。アムロは特攻前にパラシュートを装着しており、輸送機を見事にアッシマーに当てて撃破はできずも撤退に追い込むことに成功。アムロも特攻によって割れた窓からきっちり脱出し生存しています。長く戦場から離れていたにもかかわらず、このとっさの判断力と度胸はやはり常人離れしたものを感じさせます。ヒッコリー戦。続いて第16話、白い網を抜けてでのヒッコリーにおけるクワトロたちを宇宙へ返すための戦闘です。カミーユが敵味方を判別できないほど深い霧が立ち込めている中、的確に敵の位置をつかみカミーユへと指示するなど、久々のモビルスーツ戦にもかかわらずニュータイプとしてのセンスは健在でした。むしろカミーユに対して気合がボケている、後ろに目をつけろと感覚派すぎる助言を送るなど、一年戦争の頃よりニュータイプとしての能力が研ぎ澄まされているようにも感じられます。操縦技術に関してもサブフライトシステムに登場しながら的確に敵機のランドセルやアッシマーの腕部を切り落とすなど、実戦から遠ざかっていたとは思えないほど器用な戦闘を行っていました。第サイコガンダム戦。続いてはカミーユが宇宙へ帰還する直前のスードリとの空中戦で、これは劇場版で加筆された戦闘シーンです。ここではスードリへ特攻を仕掛けようとするサイコガンダムからすれ違いざまに放たれたビームに対し、アムロは土台回から一瞬離脱して回避するという玉芸を見せています。普通の兵士であればサブフライトシステムごと大きく回避するか、サブフライトシステムを乗り捨てて回避するかを選択するところですが、アムロはビームを最小限の動きで避けつつ、リカバリーも速やかに行える回避方法を選択しました。ビッグビアスも土台回も
登場して間もない機体のはずですが、ここまで自由自在に操れるのはさすがとしか言いようがありません。落下していく敵を狙い撃つ。次に、第38話、レコアの気配における戦闘シーンです。宇宙へ帰るカミーユとクワトロのシャトルを防衛するため、迫り来るティターンズ部隊を迎撃します。ここでは、敵のガルダは俺が沈めると言った直後に、ガルダのメインブリッジを一撃で破壊。さらに、シャトルの気流に煽られて、ベースジャバーから落下してしまったバイアランを狙い撃っています。こういったテクニックを見ていると、ニュータイプにとってブランクという概念は存在しないとすら感じられます。機動戦士ムーンガンダム。続いては、漫画機動戦士ムーンガンダムにおける対サイコプレート搭載機の戦闘描写です。本作の冒頭0091時点のアムロはリックリゼに乗っています。一巻冒頭では、サイコガンダムマーク4 G ドアーズと交戦する様子が描かれており、左腕を切り落とされてしまいますが、ハイパーメガランチャーをおとりにして接近し、ビームサーベルで撃墜していました。また、その後、0092にリックリゼ界に登場し、ユッタ・カーシムのムーンガンダムと交戦した際には、サイコプレート全てを回避するか、ビームナギナタで投げ払っていました。そんな、サイコプレートを的確にかわしながら距離を詰めてくるアムロに対し、ユッタは、どこに行っても目が追いかけてくる。逃げ切れないと恐怖を覚えていました。全方位から高速で飛来するサイコプレートを難なくあしらっていることから、後ろに目がついていても不思議ではなさそうです。また、その後、ラーギルスに毒ガスボンベを仕掛けられた際、ボンベは小型かつ船体に埋まっているので、ボンベを破壊するには艦を傷つけないギリギリの位置を狙撃するしか手がないという状況になってしまいましたが、正確な狙撃で全て破壊するという精密な射撃を披露しています。逆襲のシャア。続けては逆襲のシャアにおけるアムロの戦闘シーンです。技術、センス、経験値ともにアムロの全盛期と言っても良い時代で、まさに伝説のニュータイプたるテクニックで戦いを繰り広げます。ギガ随戦。劇中序盤では、フィフスルナにおいて、ギュネイのヤクト動画と戦います。ニュータイプ専用機とゼータの量産機というスペック的な差がありながら、バックウェポンシステムのビーム砲3つを一斉発射して、一撃でヤクト動画のファンネル3機を破壊するなど、冒頭からその強さを見せつけます。その後も、ヤクト動画に直撃コースでライフルを撃っており、シャアの横槍が入らなければ、間違いなくギュネイを撃墜していたでしょう。さらに展開したダミーバルーンに仕掛けた機雷で、ついでと言わんばかりに、ヤクト動画に大ダメージを与え、シャアとの戦闘に割って入ろうとした際には、右足を狙い撃ち、速攻で中波に追い込むなど、ギュネイをまるで赤子のようにいましています。ケイラが登場した際には、手も足も出なかった機体でギュネイを圧倒し、シャアともなんとか渡り合っている様から、いかにアムロの技術が優れているかよくわかるのではないでしょうか。ニューガンダムウイジン。ケイラのジェガンとレズンのギラ動画が交戦する中、引き取ってきたニューガンダムで帰還。この時、レズンの攻撃でケイラはやられる寸前でしたが、割って入るようにビームライフルを放ち、ケイラの危機を救います。この時ニューガンダムは視認できる距離ではなく、レズンは援護の艦隊かと艦隊攻撃と誤認するほどでした。視認できない距離からの攻撃で2機のモビルスーツの間ギリギリを撃ち抜く正確どころではない射撃、ニュータイプ能力で相手の気を感じているのでしょうか。対アルパージール戦。続いて物語終盤におけるアルパージールとの戦闘です。大火力の巨大モビルアーマーといえばガンダムシリーズでは強敵として描かれますが、アムロにとっては中ボスにもなり得ません。接敵した瞬間に放たれたアルパージールのファンネルを子供に付き合っていられるかとビームライフル速射で一瞬にして破壊。その後ギラ動画の部隊とギュネイを相手取りながらファンネルバリアを活用して攻撃をいなし、アルパージールのパイプ類が密集している場所にライフルを撃ち込んでいました。これだけの物量を冷静にいなしながらダメージを与えられる場所へ的確に攻撃。熟練のパイロットとしての風格を漂わせています。対ギュネイ戦。続いてギュネイのヤクト動画撃墜シーンです。アムロはハイパーバズーカと盾をおとりにしてギュネイが気を取られた隙にビームライフルで背部のプロペラントタンクを破壊し鮮やかに撃破しました。フィフスルナにおける戦闘でギュネイはリガズイがパージしたバックウェポンシステムに一瞬気を回していた割には
ダミーバルーンの機雷への注意力がおろそかでした。そのため、ニューガンダムと対峙した際には、デコイに対する警戒心が増していたと思われます。そのため、アムロは、ヤクト動画のパイロットが、デコイに気を取られるはずと考えているのかもしれません。洞察力、とっさの判断力、正確な射撃技術と、アムロの戦闘力が遺憾なく発揮された戦闘シーンとなっています。後半戦、アクシズにおけるシャアとの戦いでは、核ノズルを止めようとアクシズに取り付いたアムロを追撃するべく、シャアは残っていたファンネルを射出し、アムロも対抗して、最後のフィンファンネルを射出。サザビーとガンダムが交戦する傍ら、クエスのファンネル操作が子供騙しに見えてしまうほど、フェイントを織り交ぜた超高速ファンネル戦が繰り広げられています。パイロットのサイコミ能力の高さで、ファンネルの動きも変わってくるので、いかに、アムロとシャアのニュータイプ能力が高いかがわかるシーンになっています。このファンネル戦は、アムロが撃破したムサカ級の爆発に、両機のファンネルが巻き込まれたことで決着しますが、もし巻き込まれなければ、両者のエネルギーが尽きるまで撃ち合いが続いていたかもしれません。続いて、アムロがアクシズへ侵入する直前の戦闘シーン。アムロは、たまたま居合わせたギラ動画の腕を鮮やかに切り捨てた後、通り魔のようにビームマシンガンを奪い、自身の兵装として利用しています。さらに、この時、マシンガンを奪い取ったギラ動画の位置を調整し、盾にすることで、サザビーのビームを受けていました。また、本シーンは、アムロがパイロットとしてだけでなく、技術的な知識も持ち合わせていることがわかります。ガンダムモビルスーツバイブル61号によると、ギラ動画は、アナハイムエレクトロニクス社で開発された機体であるため、他のアナハイムエレクトロニクス社製のモビルスーツと兵装の互換性があると記述されています。そのため、ニューガンダムでも、ギラ動画の兵装は使用可能です。劇中序盤で、アムロは、チェーンたちとの会話で、アナハイムは、ネオジオンのモビルスーツも建造していると聞いているので、アムロは、ギラ動画がジェガンと同じアナハイムエレクトロニクス社製なら、ガンダムでも兵装を流用できると判断し、武器を奪い取ったと考えられます。メカニックとしての側面があるからこそ、ここでマシンガンダッシュという大胆な手を打てたのかもしれません。UC エンゲージ版逆襲のシャア。本作のアムロシャアモードにて新たに描かれた戦闘シーンでは、新たな描写が多数登場しました。こちらでは、アクシズに近づいたアムロとシャアの交戦中に、シャアを援護しようとしたギラ動画が割って入ります。ギラ動画は、あえなくアムロに撃墜されますが、アムロが、量産機に気を取られた隙を見逃さず、サザビーが、間髪入れずにシールドミサイルを発射。あわや被弾しそうになりますが、アムロは、華麗にこれを回避しました。このシーンのアムロの異常さは、なんといっても、最小限で、的確なモビルスーツの操縦技術です。通常モビルスーツの回避行動としては、バーニャを大きく孵化した際の完成で機体を動かすのが一般的です。しかし、このシーンのアムロは、アンバック、つまり、四肢を動かした際に生まれる反作用で、機体を制御する技法とアポジモーターによる最小限の動きで、サザビーのシールドミサイルを回避しています。なお、機体を振り回したことで、内部のアムロにも、かなり負荷がかかっていました。三半規管がシェイクされて、方向感覚がおかしくなっていても不思議ではありません。しかし、アムロは、旋回後、正確に、サザビーの正面に機体を向けて、ダミーを発射。さらに投擲したビームサーベルを爆破させることで、リカバリーまでこなしていました。このワンシーンに、細やかなテクニックがいくつも散りばめられていて、最盛期を迎えていたアムロの集大成ともいえる、素晴らしいシーンとなっています。ということで以上、戦闘シーンから見る、アムロの戦闘力の歴史でした。こうして振り返ってみると、アムロは、序盤から戦闘に対する感はかなり冴え渡っているのがわかります。そして、操縦技術とニュータイプ能力が向上することで、いつの間にか手のつけられない化け物へと進化。ゼータガンダム時代には、長い幽閉期間で腕は衰えていたはずですが、カミーユすら困惑するニュータイプとしてのセンスを見せつけています。そして、逆襲のシャア時代には、軍人として積み重ねた経験も相まって最盛期を迎え、シャア以外に敵になるようなパイロットがいなくなるという、まさしく、伝説のニュータイプという呼び名にふさわしい人物となっています。皆様は、アムロのどんなシーンが印象に残っていますか？ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。
チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。